ねえしろ。今使ってる暗号が量子コンピュータで全部破られるって聞いたんだけど、それって本当なの？いい質問だね、ピコ。結論から言うと、将来強力な量子コンピュータが登場したら、今インターネットで使われている RSA や ECC という暗号は破られる可能性があるんだよ。じゃあネットショッピングとか銀行とか全部やばいってこと？今すぐやばいわけじゃないけど、将来に備えて世界中の専門家が今まさに動き出しているんだよ。今日はその話を丁寧に説明するね。そもそも RSA とか ECC って何なの？難しそうな名前だぜ。実はね、RSA は大きな数を素数の掛け算に分解するのが超難しいという性質を使った暗号なんだよ。例えば15、3×5 はすぐわかるけど、何百桁もある数の素因数分解は普通のコンピュータだと何億年かかっても解けないんだね。なるほどな。解くのが超難しい問題お借りにしてるわけか。そう、 ECC も似ていて、離散対数問題という別の超難しい数学問題を使っているんだよ。どちらも普通のコンピュータでは現実的な時間では解けないから安全なんだね。普通のコンピュータではね。ってことは量子コンピュータだと話が違うの？実はね、1994年にピーター・ショアという数学者がショアのアルゴリズムというものを考えたんだよ。これを量子コンピュータで動かすと、あの素因数分解が驚くほど早く解けてしまうんだね。どのくらい早いの？比喩で言うとね、普通のコンピュータが巨大な迷路を1本道ずつ全部歩いて探すとすると、量子コンピュータは全ての道を同時に歩けるイメージなんだよ。だから何億年かかる問題が現実的な時間で解けてしまう可能性があるんだね。全部の道を同時に？すごいぜ。それはもはやチートじゃないか。チートみたいなものだね。笑い。ただし今の量子コンピュータはまだ小さくてエラーも多い。でも技術は急速に進んでいるから、今から準備しないと間に合わないというのが世界の共通認識なんだよ。でも量子コンピュータがまだ弱いなら、もうちょっと先の話でいいんじゃないの？実はね、ここに一番怖い事実があるんだよ。今の暗号通信を丸ごと録音しておいて、将来量子コンピュータが完成したら後で解読するという攻撃がすでに考えられているんだね。これをハーベスト、ナウ、ディクリプト、レイターと呼ぶんだよ。今のデータを貯めておいて将来解読する？それって今すでに盗まれてるってこと？可能性としてはあるんだよ。特に国家機密や医療データみたいに10年後も秘密を守りたい情報は今から対策しないと手遅れになるんだね。だから量子コンピュータが完成してから考えようでは遅いんだよ。なるほどな。未来の敵に今のデータを守る必要があるわけか。それは確かに怖いぜ。じゃあ量子コンピュータに負けない暗号ってもう存在するの？あるんだよ。それが大量子暗号、英語でポスト量子暗号 PQC と呼ばれるものだね。量子コンピュータでも解くのが難しい別の数学問題を使った新しい暗号なんだよ。どんな暗号なの？難しい名前がいっぱいありそうだぜ。代表的なのは格子暗号というものだね。高次元の格子の中で最短の点を見つける問題が超難しいことを利用しているんだよ。アメリカの NIST という標準化機関が2024年に ML、KEM、ML、DSA、SLH、DSA という3つを正式な世界標準として発表したんだね。 NIST が世界標準を決めたんだ。なるほどな。じゃあそれを使えばもう安心ってこと？標準は決まったけど実際に全てのシステムに導入するまでには時間がかかるんだよ。だからこそ今すぐ行動が必要なんだね。じゃあ企業とか開発者は今すぐ何をすればいいの？まず大事なのは暗号の棚卸しだね。自分たちのシステムで RSA や ECC をどこに使っているか全部リストアップすることが第一歩なんだよ。棚卸しか。なるほどな。
それから次はハイブリッド方式への移行だね。これは古い RSA などの暗号と新しい大量子暗号を両方同時に使う方法なんだよ。どちらか一方が破られてももう一方が守ってくれるから安全性が上がるんだね。二重の鍵みたいなものか。すごいぜ。移行期間の安全策ってわけだな。そう。そして長期間秘密を守る必要があるデータは今すぐ大量子暗号で保護することを検討するんだよ。まだ大丈夫と思って先延ばしにするのが一番危ないんだね。よし、今日のまとめをするぜ。RSA と ECC は超難しい数学で守られた暗号だけど、量子コンピュータの諸亜のアルゴリズムで将来破られる可能性があるってことだな。そうだね。しかも今のデータを送って将来解読する攻撃があるから、量子コンピュータが完成してからでは手遅れなんだよ。だから NIST が標準化した大量子暗号への移行を今から計画的に進めることが大切なんだね。まず暗号の棚卸しをしてハイブリッド方式で移行して大事なデータは早めに守る。なるほどな。備えあれば憂いなしってやつだな。完璧なまとめだよ。ピコ、暗号は私たちのデジタル生活を守る大事な盾なんだよ。その盾を量子時代に合わせてアップグレードする時期がもうすぐそこまで来ているんだね。みんなも大量子暗号って言葉覚えておくといいぜ。これからの時代のキーワードだからな。今日も最後まで見てくれてありがとうね。次回も一緒に学んでいこう。